人生はどんどん良くなる。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は人生がどんどん良くなる貪欲の法則について解説していきます。人生は嬉しいことや悲しいことや予想外のことが起こります。その中であなたに伝えたいことが3つあります。1つ目は神様は本当にいること。2つ目は人生はどんどん良くなること。3つ目は貪欲に生きていくこと。願いが叶わないのはもはや異常です。本のタイトルにもある通り、どんどん良くなる意識と貪欲にやりたいことをやることを忘れないでください。今回は悪くなっていると思わない。神意識を持つ、神意識につながる方法、人生がどんどん良くなる貪欲、違和感には要注意、無謀な夢を叶える方法を解説していきます。ぜひ参考にしてほしいです。勉強になったという人はいいねやコメントをください。まずは悪くなっていると思わないでください。あなたは出待って信じたことがありますか？例えば昔はこんなことが言われていました。電車が普及するとき、その音が脳を壊す。そう言われました。ラジオが開始されたときは、電波によって精神に変調をきたすと言われました。携帯電話が広がったとき、電磁波が不妊の原因になると言われました。あれから何年も経った今、もちろんそのような事実は確認されていないです。それでも人々はどうしようもないデマを信じてしまいます。僕たちはなぜデマを信じてしまうのか。その理由は人間の中には天使と悪魔がいるからです。あなたはこんな経験をしたことがありませんか？例えば道端にお金が落ちていました。天使は交番に届けろと囁きます。一方悪魔はもらっちゃえと囁きます。人はついつい楽な方に行きがちです。好きな人に告白して振られるよりも好きでいるだけの方が幸せです。夢に向かってリスクを取って突き進むよりもいつか見てろと足踏みしているだけの方が幸せです。僕たちの人生はどんどん悪くなるという悪魔の囁きを大事に守ってしまいます。そして僕たちは実際に悪くなっている事柄を探し始めます。でも普通に考えてください。現代の方が格段に便利な生活を送れるようになりました。例えば旅行のチケットを取りたいとき、以前はチケットを取るのも大変でした。昔であれば旅行代理店に電話をかけて値段を比較しなければ安いチケットを取るのも困難でした。しかし今はスマホのアプリで最安のチケットを簡単に見つけることができます。見つけたらその場で購入も可能です。今はスマホ一つでいろいろなことができる時代になりました。しかし今の世の中はどんどん悪くなっている。そう感じている人がいます。その感情は人生を良くすることを妨げてしまいます。ではそう思ってしまう理由は何なのか。今回はその理由を3つ解説します。どんどん世の中が悪くなる。そう思ってしまう理由を理解して、どんどんこの世の中は良くなる。そう転換できるようにしてください。どんどん悪くなると思ってしまう理由の1つ目。若者や子供の場合、最近の若い人はマナーがなっていない。そう言われることがあります。実際は礼儀正しい人もたくさんいるのに、まとめてそう言われてしまいます。また昔よりも仕事量が少ない、気合が入っていないと言われることもあります。昔は車、家電、住宅、水道など生活を支えているインフラ整備が不足していたため、その分仕事がありました。またインターネットのせいで考える力が失われている可能性もあります。現代はインターネットがどんな質問にも答えてくれます。しかし実際は大学のレポートでコピペして提出することは禁止されています。そのため今の若い世代の人の能力が劣化していることはないです。2つ目、世の中環境の場合、どんどん悪くなっていると思ってしまう2つ目の理由は環境破壊が進んで暮らしにくくなっていることです。しかし実際は違います。実際には昔の方が電車だったり飛行機でタバコが吸えたりしました。そのため当時に比べると今の方が衛生的です。また少子化が進んで若者の負担が大きくなっていることも理由の一つです。今の世代の人々は支払った保険料相当分の年金をもらえるかがわからないです。しかし人類っていうのはどんなことが起きてもこれまでどうにかしてきました。続いて3つ目、精神モラルの場合、
どんどん悪くなっていると思ってしまう3つ目の理由は、生活は便利になってきたけど精神が弱くなってきたからです。また最近は近所の子供を叱る大人がいなくなりました。しかし実際は大人がしっかりしていれば子供は勝手に見習います。先ほどもお伝えしたように、現代の生活っていうのはどんどん便利になっています。それなのにどんどん悪くなっている、そう思ってしまう人がいます。しかし細かく一つずつ確認してみると、実はそうでもなかったことがきっとわかるはずです。実際は現代は様々な面で良くなっています。どう考えても今の方が昔より便利だし、どんどん良くなっています。これからはどんどん悪くなるのではなく、どんどん良くなると思ってください。続いて神意識を持つ。まず潜在意識の役割はひたすら現状と安心を守ることです。そのため人生を変えるには潜在意識を変化させるきっかけが必要です。このきっかけはよっぽどでなければ人生を変えることはできないです。これから最終奥義といえる神意識について解説をします。まずは神意識を理解するために顕在意識、潜在意識、超意識について説明をします。顕在意識は思考や行動によって表せるものです。つまり僕たちが普段考えている頭の中身のことです。〇〇したいなどの願いは顕在意識になって、潜在意識はそれを阻止しようとします。なぜなら潜在意識は変化することにブレーキをかけるものだからです。この潜在意識は顕在意識の2万倍もの力があると言われています。僕たち人が変われないのはこの潜在意識の力が強いからです。そんな時ブレーキをかけないようにする方法が2つあります。1つ目は繰り返すことです。潜在意識が2万倍の力を持つ場合、起業して成功するという願いがあったら、それを2万回言えばいいです。しかし途中で難しいとか無理だと思ってしまうと振り出しに戻ってしまいます。続いて2つ目はインパクトです。起業して成功したいという願いを叶えるためには、起業しないと命を奪われるなどの強烈な約束や強制力が必要です。ただしこのような状況を意図的に作るのは難しいため、起業して苦労するよりも今の方がいい、そういう選択を取りやすいです。そこで第3の道へと進む方法があります。それは潜在意識のさらに奥に進み、安心安全のブレーキを通り抜けた瞬間に現れる超意識です。瞑想、リラックス、祈り、非日常の体験などから突然超意識からサインを受け取ることがあります。例えばお風呂に入ってリラックスしている時、突然ビジネスのアイディアが降りてくることもそうです。あなたは急にアイディアや考えが降りてきたことってありますか？またそれを信じて実行したことはありますか？よかったらコメント欄で教えてください。そしてピンチの時に神頼みとばかりに祈りを捧げていると、忘れた頃にチャンスが訪れたりします。この状態の時はブレーキをかけてしまう潜在意識が弱まっています。願いを叶えるための最高のサインです。そしてこの顕在意識、潜在意識、超意識を超えるものが神意識です。簡単にまとめると、僕たちが何らかの願いを持っているのが顕在意識の役割です。しかし潜在意識は安心安全を守ろうとするためストップをかけてしまいます。しかしある瞬間、この潜在意識が眠る時があります。その時に顔を出すのが超意識です。これは僕たちを成長させるために激しい要求を出すこともあります。最終的には人生はどんどん良くなります。だからチャレンジしてください。それが神意識です。つまり神意識につなげることができれば、全てのことがうまくいくようになります。続いて神意識につながる方法。あなたは叶えたいことや願いってありますか？よかったらコメント欄で教えてください。今思っている願いは誰だってスムーズに実現したいです。そんな時は騙されたと思って神としてを最初につけてください。そうするとスムーズに物事が進み始めます。とりあえずどんなことでもいいです。神としてをつけてみることです。例えば今のあなたなら神としてこの動画を見ますってことです。アホだと思う人もいるかもしれません。しかしアホらしいことの方が本質に近づけます。例えば神として宝くじを買う。もちろん実際には当たるかどうかはわからないです。なぜなら神意識が全てだからです。当たろうが外れようが全ては神だからと思いましょう。ただ大抵はうまくいきます。何事もやってみることが大切です。ものっていうのは試しです。著者の石田さんは大学受験に2度失敗した時は
絶望的でした。しかしそのおかげで予備校で人生を変える講師との出会いがありました。そして浪人の末に入学した大学も第一志望ではなかったです。でもそこに行ったから今の自分があると石田さんは考えています。神意識に従えばどんどん良くなることにつながります。つまり願いが叶っても叶わなくてもその現実がベストってことになります。人生はいつも願い通りになるとは限らず平坦な時期もあればピンチだってつきものです。それでも神意識の人生はどんどん良くなっていきます。ピンチの時は誰もが心当たりがあります。その時はこの神意識を思い出しましょう。ピンチの時こそチャンスが来ることも神意識によるものです。例えばついているといえば運が良くなるっていう話を真に受けて素直についていると言います。そうすると本当に人生が激変することもあります。仕事、貯金、資格がなかった石田さんは神意識でピンチがチャンスだと分かりました。そしてピンチがバネのように大飛躍へと結びつきました。まさに神意識においてはピンチはチャンスと言えます。あなたもピンチの時があったらチャンスだと思ってください。続いて人生がどんどん良くなる貪欲。先ほども解説した通り、神としてピンチはチャンス、どうせ良くなる。この3つの呪文が神意識につながり、人生がどんどん良くなるを加速させます。そしてもう一つ大切なのは貪欲になることです。願いを実現するためには手段はどうでもいいです。エネルギーを燃やして目的に向かって貪欲に突き進むことです。結果を出すには堂々と頑張ればいいです。つまり願いを叶えるコツは貪欲さにあります。あなたの才能とかスキルとか学歴ではないです。そしてこの頑張り自体を楽しむことも重要です。本当ならやったらやっただけ成果が出ればやる気も出て継続もできます。しかしほとんどの場合はそんな簡単にうまくいかないです。初期段階はひたすら耐える時間が続くかもしれません。この時期に脱落する人がほとんどです。やり続けたごく一部の人のみ急に風が吹き始めて急上昇します。これを聞いてじゃあ今から急にプロ野球選手になれるんですか？そう思う人もいるかもしれないです。でもそれは無理です。なぜなら自分自身が無理なことだと認めているからです。つまり自分で無理と思っていること、望んでいないことはあなたがいくら頑張っても実現しないです。また他人からのお墨付きなんかなくてもやる人はやるし、成功する人っていうのは勝手に成功します。ここで自信をつけるにはどうすればいいですか？そういった質問が来る時があります。そもそも自信っていうのはつけるものではないです。自信のマックスっていうのは生まれた瞬間です。自信っていうのは成長の過程で人々と関わっていくとどんどん失われていきます。自信は足すものではなくて今からあなたが取り戻すものです。続いて違和感には要注意。体格や才能以前に違和感があるときはどんなにあがいても願いは叶わないです。うまくいかないときっていうの違和感がきっとあるはずです。そんなときは元に戻りますと唱えてみましょう。そうして落ち着いて考えてみると本来やるべきことが見つかります。また自分の武器が見つかったり顔が優しくなることもあります。結局願いを実現する究極の姿は叶うことしか願えないです。違和感を感じたときは何度も元に戻りますと唱えてみましょう。多くの人は他人のために生きるようになってしまいます。だからこそ貪欲に本当に自分がやりたいことを思い出してください。続いて無謀な夢も叶える方法。すごいという言葉は平常を超えた出来事を引き寄せてくれます。奇跡を起こす最も簡単な方法はすごいを口癖にすることです。なぜ本当にすごいことを引き寄せるのか、それにはちゃんと理由があります。脳っていうのは空腹を嫌う原則があります。脳は空腹を全力で埋めようとするため、辻褄を合わせるようにすごいことが引き寄せられます。また周りに痛いと言われてなんぼです。自分をセーブして陰口を叩かれないように生きるのはやめてください。確かに悪口を言われてしまうと嫌な気はします。でもその何倍も応援してくれる人がいます。なぜなら本当はみんな貪欲に生きたいからです。プライドっていうのは生きる上では何の役にも立たないです。よく自尊心とプライドを混ぜてしまう人がいます。でもこの2つっていうのは本当は全く意味が違います。自尊心はありのままの自分を認める心です。
一方、プライドは自分をよく見せようとする心です。どんなにダメでみっともなくても、そんな自分を認めてしまえば怖いものはないです。周りからいろいろ言われても言わせておけばいいです。世の中の成功者っていうのは成功するまでたくさんの失敗をして恥をかいています。いつの間にか周りの目なんてどうでもよくなって貪欲に動けるようになります。つまりかっこ悪いのに慣れてしまえばそれが最強ってことです。それをバカにする人はただ羨ましいだけです。ありえない夢にも臨場感を持ってワクワクすれば目先の目標が先に叶ってしまうことがあります。夢は叶ったらすごいことです。でも叶わなくても困ることではないです。そして願いを叶える最大のコツはリラックスすることです。何のプレッシャーも感じないでやるだけでいいです。それができたらその下にある願望や目標も勝手に叶います。結局世の中は見ていることしか現実にならないです。どんどん良くなるすごいことはあなたに起こって当然です。素直に人生を楽しんでください。余計なことを考えず、焦らずに無理をせず、楽しみながらすごい人生を手に入れてください。今回は人生がどんどんいい方向に向かっていく方法を解説しました。考え方を少し変えるだけで人生は本当にどんどん良くなります。この動画を見た後にすぐに実践できる方法もあったはずです。ぜひやってみてください。また神様はいること、人生はどんどん良くなること、貪欲に生きること、この3つを意識してやってみてください。あなたの人生がどんどん良くなることを願っています。今回の解説が良かったという人はいいねやコメントをもらえると嬉しいです。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。